さあ、あなたと一緒に今回も深く掘り下げていきましょう。今、世界中がそうですね、NVIDIA とか TSMC とか、はいはい、もう毎日ニュースで聞きますね、その名前は。生成 AI ブームのまさに主役たちですよね。ですが今日はですね、その巨大なスポットライトの、影に隠れてと言いますか、実は彼らを根本から支えているとんでもない日本の黒幕がいるんです。黒幕ですか。うん面白い表現ですね。それが東京エレクトロンです。今回はここに焦点を当てていきます。なるほど。つまり、どんなに優れた AI チップの設計図があっても、それを実際に作るための究極の道具がなければ1枚も完成しないと。その道具の頂点に君臨するのが東京エレクトロンだということでしょうか。まさにその通りなんです。彼らがいなければ私たちのスマートフォンもデータセンターも、そして今話題の生成 AI も、存在し得ない。なぜ彼らがそこまで最強なのか。理由はですね、大きく3つあります。まず1つ目、これが2ナノメートルという神の領域に踏み込んだ極限の最高値であるという点です。2ナノメートル。髪の毛の太さがだいたい5万ナノメートルと言われますから、その数万分の1ってことですよね。もう想像もつかない世界ですね。そうなんです。半導体の進化っていうのはいかに小さなスペースにたくさんの回路を詰め込むかっていう微細化の歴史そのものじゃないですか。東京エレクトロンが独占場としているのがこの2ナノ世代のチップを作る上でもう絶対に欠かせない工程、シリコンウェハーの上に原子レベルの薄い膜を均一に作る精膜装置とか、静膜。ええ、あとは不純物を完璧に洗い流す洗浄装置。ここなんです。これ例えるなら巨大な画用紙に一本の線もはみ出さずにですよ。はい。しかも一枚の塵も許さずにですよ。数億本の髪の毛より細い線を延々と描き続けるような、そういう技術なんです。この技術で世界シェアのトップを走り続けている。しかもその分野って参入障壁がもう極めて高いですよね。装置1台が何百億円もしますし、顧客である TSMC みたいな最先端のメーカーともう何年も二人三脚で開発して最適化してきた歴史がある。後から来たメーカーが今から同じレベルの信頼と技術を築くのは、ほぼ不可能に近いでしょうね。おっしゃる通りです。まさに他社が追随できない技術的な堀を築いていると。事業内容も半導体製造装置という単一セグメントに特化していますし、脇目も振らず一つの道を極めている感じがします。そうなんです。そして2つ目の理由。これがまた面白いんですが、商社から発明家への完全な脱皮です。ほう。もともと東京エレクトロンって海外の優れた製品を見つけてきて日本で売るっていう商社としてスタートしたんですね。でも彼らはそれに満足しなかった。グループ会社の東京エレクトロンデバイスを筆頭にですね、単に他社の製品を右から左へ流すんじゃなくて、自ら市場のニーズを汲み取って設計開発まで行うメーカー、つまり発明家へと、見事に姿を変えたんですよ。なるほど。つまり利益率が比較的低い代理店ビジネスから自分たちにしか作れない高付加価値な製品で勝負するという戦略に大きく舵を切ったということですね。具体的にはどんな製品なんですか？はい。例えば、プライベートブランド事業で開発しているウェーハー検査装置。検査措置。これは半導体の製造工程で製品の品質をチェックするとても重要な装置です。こういう自社製品をグローバルに展開することで収益構造をもう根本から変えた。いわば贅肉を削ぎ落として利益を生み出す筋肉だけでできたような筋肉質な体質への改善。これが彼らの驚異的な高収益力の源泉になってるんです。なるほど。自らの手で価値を創造する側に回ったことでビジネスの主導権を完全に握ったわけですね。そして3つ目の理由は何になるんでしょうか？ 3つ目はですね、未来への執念ともいえる巨額の先行投資。これです。彼らは2027年3月期までの中期経営計画で売上高3兆円以上、営業利益率 35% 以上、そして ROE30% 以上というちょっと途方もない目標を掲げてるんです。それは普通の企業なら夢物語だって言われかねない数字ですね。ですよね。でも彼らは本気なんです。その証拠に直近の連結会計年度だけで研究開発にいくら投じたと思いますか？営業利益率 35% を目指す企業ですから、相当な額でしょうね。1000億円とかですかね。なんと2500億円です。2500億。ええ。
これは売上高の 10.3% にも達する金額です。並の企業なら数年分の利益に相当する額をたった1年で未来の技術のために投じている。これはもう単なる研究開発ではなくて、次の時代の標準もその次の標準も全て自分たちが作り出すんだという、王者としての強烈な意志の表れなんですよ。整理すると、まず神の領域ともいえる圧倒的な技術力、そして商社からメーカーへと進化した高収益なビジネスモデル、最後に未来のルールを作るための執念の先行投資、この強固な3本柱が東京エレクトロンの揺るぎない強さの秘密というわけですね。ええ、その通りです。そしてその強さは見事に数字にも表れてるんですよ。ここからが今日一番大切な話です。その前に少しお願いがあります。もし今回のお話が少しでもあなたの知的好奇心を刺激できたなら、グッドボタンを押して応援してもらえると嬉しいです。さて、お待たせしました。ではここから具体的な数字の検証に入っていきましょう。いよいよですね。投資家が最も重視する稼ぐ力を具体的な数字で解剖していくと。よろしくお願いします。はい。まず何といっても ROE、自己資本利益率です。これはですね、36.0% というちょっと信じられないほどの数字を叩き出しています。これは株主から預かったお金、つまり自己資本をどれだけ効率的に使って利益を生み出しているかを示す指標なんですが、この凄ましさ伝わりますかね？よくわかります。日本の主要企業で構成されるトピックスの平均 ROE がだいたい 9% から 10% 程度ですよね。日経平均に採用されているような優良企業でも 12% 前後ですから、その約3倍の効率で利益を生み出している計算になります。特に製造業は巨大な工場とか設備投資がかさむので、一般的に ROE は低くなりがちですけど、その常識を完全に打ち崩していますね。まさに日本株界の怪物と呼ぶにふさわしいです。まさに怪物です。そして企業の成長性を測る上で欠かせないのが、一株当たり利益 EPS ですね。これが1182円。前の年が783円でしたから、とてつもない勢いで成長していることがわかります。はい。そして、稼いだ利益をどうするか。彼らは株主への還元も忘れていない。配当成功、つまり利益のうち配当に回す割合は 64.1%。年間配当は1株当たり592円です。しっかり稼いで、それをきちんと株主に還元する。投資家にとっては理想的な優等生と言えるでしょう。ROE、EPS、配当、どれをとっても確かに火の打ちどころがないように見えます。ただ、これだけ多くの素晴らしい数字がある中で、プロのアナリストとして最も痺れた数字、つまりこの企業の強さと同時に未来のリスクも象徴するような数字を一つだけ挙げるとしたらどれになりますか？いい質問ですね。私が一番痺れた数字、それは海外売上高比率 92.2% です。 92.2%。ええ。これは彼らの製品の実に9割以上が海外で売れていることを意味します。つまり、もはや日本企業という枠には収まらず、世界中の半導体メーカーが彼らの装置なしでは成り立たないという絶対的な存在であることの証明なんです。その 92.2% の内訳というのもまた興味深いですよね。特に中国市場の割合が大きい。そこなんですよ。世界最大の半導体市場である中国で圧倒的な需要をつかんでいる。これが彼らの強さそのものです。しかし、同時にご存知の通り、米中間の技術覇権争いという地政学リスクの最前線に立っていることも意味するわけです。この世界的な需要に支えられた安定感と、いつ規制の対象になるかわからないという、なんというか、ヒリヒリするような緊張感。この二面性こそが現在の東京エレクトロンを最も象徴している数字だと私は思いますね。なるほど。強さの裏返しでもあると。その緊張感を踏まえた上で、この先の未来についてさらに掘り下げていきましょうか。はい。ここからはこの企業に吹いている追い風と乗り越えるべきハードルを整理します。まず追い風ですが、これはもう明確です。生成 AI の爆発的な普及によってですね、AI サーバーに不可欠なある特殊な半導体への需要が今世界中で爆発しています。HBM、高帯域幅メモリのことですね。その通りです。HBM を簡単に例えるなら、従来のメモリーがデータが走る一本の田舎道だとすれば、HBM は何層にも積み重なった超巨大な高速道路みたいなものなんです。
ああ、なるほど。AI が必要とする膨大なデータを瞬時に処理するためには、この高速道路が不可欠で、そしてこの何層にも積み重なったメモリーを作るためには、東京エレクトロンが得意とする原子レベルで精密に膜を重ねたり洗浄したりする装置が絶対に必要になるんです。この需要はまるで止まらない本流のように、今後も彼らに流れ込み続ける可能性があります。半導体デバイス市場全体が2030年頃に1兆ドル、日本円にすると約150兆円を超える巨大市場に成長すると予測されていますからね。その中でも AI 関連は最も成長する分野ですから、時代の波が強力な追い風になっていることは間違いないですね。一方で、乗り越えるべきハードルも存在します。主に2つですね。1つは、先ほども少し触れましたが、規制のリスクです。米中対立がさらに激化して、もし先端装置の輸出規制が強化されれば、売上の大きな部分を占める中国ビジネスが大きな試練を迎える可能性がありますが、はい。もちろん、企業側もこの地政学的な要因は最大の事業リスクとして明確に認識して対策を練っていますが、はい。そしてもう一つのハードルは何でしょうか？もう一つは、これは皮肉なことなんですが、高すぎる期待値そのものなんです。期待値ですか？ええ、現在の株価を1株当たり利益で割った PER、株価収益率ですね。これが 35.1 倍、2026年2月16日時点なんです。日経平均の平均 PER がだいたい16倍前後ですから、市場がいかにこの会社の輝かしい未来をすでに株価に織り込んでいるかがよくわかりますよね。つまり、期待が大きい分、少しでも業績が市場の予測から下振れすると、株価が大きく反応してしまう可能性があるということですね。常に満点の回答を期待されている優等生のようなプレッシャーがあるわけだ。まさにその通りです。ただし、そこは盤石でして、自己資本比率は 62.5% と、財務基盤は非常に健全です。不測の事態が起きてもびくともしないだけの体力は十分に備えている。そこで、これらのハードルを乗り越えられるという前提で、最後に未来仮説を提示したいと思います。ぜひ聞かせてください。もし、この地政学リスクという最大のハードルを AI 向け次世代装置の爆発的な需要拡大という、この巨大な追い風でカバーしきれるのであれば、彼らの ROE はさらに高まり、日本株という枠を完全に超えて、NVIDIA や ASML と並び称される世界の半導体銘柄の主役に横り出る可能性があります。日本の一企業が世界の AI 競争のルールそのものをその技術力によって書き換えていく。そんな未来を想像するとなんだかワクワクしますね。投資解説は情報提供を目的としており、投資助言ではありません。投資の最終判断は必ずご自身の責任で行ってください。もしこの動画が面白かった、ためになったと思ったらぜひチャンネル登録、高評価もお願いします。今日もありがとうございました。気になる銘柄があればぜひコメントで教えてください。